皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。ってあれ、なんかいつもと違うような。はい、実は3月の終わりに部屋の大掃除をして、その際にせっかくだからレイアウトも変えてみました。しばらくは私も色々と調整をしながら撮影とかしていくので、もしかしたら一部見にくい部分もあるかもしれませんがご了承ください。ということで本日はこちら。新メインパソコンを作っていきます。いや新メインパソコンって何？どういうことよ？それはですね、こちらです。なんか出てきたけど。いやどれだけ？ということで今回は、クーラーマスターさんから色々とご提供いただいたので、これらを使って新しいメインパソコンを作っていきたいと思います。もちろん使う CPU は、インテル Core i9-12900K で、i9？使用するグラボは、まさか。RTX 4090になります。うわ。すごいメインパソコンになりそうね。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。ではまずは今回使うパーツたちのご紹介です。CPU はインテル Core i9-12900K になります。あれ、13900K も持ってたわよね。手持ちの最強 CPU といえば 13900K なんですが、これは今後も検証とかで使うので今回のメイン CPU は 12900K でいこうと思います。まあ 12900K でも私の使用する用途にはスペックが高すぎる感もあるんですが、スペックは16コア24スレッドで、P コアが8個でクロックが 3.2GHz から 5.1GHz、E コアも8個のクロックが 2.4GHz から 3.9GHz、L2 キャッシュが 14MB、L3 キャッシュが 30MB、TDP241W で動画編集時の最安価格が6万979円。2021年に発売した CPU ですが、性能的にはまだまだトップクラスの CPU になります。続いてはマザーボードになります。ちょっと待って何このマザーボード見たことないんだけど。だって初めて出しますからね。マザーボードは MSI-MPG-Z790 カーボン Wi-Fi 2になります。カーボン Wi-Fi 2？こちらは今年の2月に発売したばかりのマザーボードで、インテル12から14世代対応の ATX サイズのマザーボードになります。チップセットは最上位の Z790 で、メモリは DDR57800MHz まで対応となっており、105A スマートパワーステージ SPS による 19+1+1 フェーズの電源回路、PCI Express 5.0接続のグラフィックスカード向け拡張スロットや、同じく PCI Express 5.0に対応でツールレスで着脱ができるスカーレス M.2 シールドフローザーを搭載しています。さらに 2.5G LAN と新規格の Wi-Fi 7まで対応となっています。動画編集時最安価格は66980円です。いや CPU とマザーボードだけで10万円超えてるんですが。シュラララ。メモリはこちら。クレブクラス VRGB DDR532GB になります。DDR5 メモリで 16GB×2 枚の 32GB になります。速度は 7200MHz で動画編集時最安価格が25862円です。インテル XMP3.0 と AMD Expo に対応しており、簡単にメモリ OC ができます。高さも 44mm と低クリアランスなのでいろんな空冷クーラーにも使えるかと思います。続いては M.2 SSD です。クレブクラス C932TB になります。こちらを、2枚、3枚、4枚使っていきます。どんだけ詰め込んでいくのよ。ということで今回はクレブクラス C932TB を4枚使用していきます。インターフェースに PCIe 4.0×4 を採用。読み込み速度は 7400MB 毎秒、書き込み速度は 6800MB 毎秒。ドラム搭載で、3D-NAND、ヒートシンクもついていて、PS5 などにも使用できます。動画編集時の最安価格は 2TB で32200円なんですが、在庫切れだったので参考価格になります。M.2 2TB を4枚刺すとか頭おかしい。いやーそれほどでも。褒めてない。続いては GPU です。GPU は ZOTAC ゲーミング GeForce RTX 4090AMP エクストリームエアロになります。まあ言わずもがな最強の GPU ですね。これって確か16万で買ったやつ。そうなんです。新しいメインパソコン用にと思って、詳しいスペックは書いてある通りなんですが、中古相場は今でも30万円前後するいろんな意味で最強の GPU ですね。確かに。こちらで用意したパーツはこれが最後になります。はい、Windows 11 Pro のライセンスですね。これは新しいパソコンを入れるときは絶対に必要なので用意しました。今使ってるメインパソコンは Windows 10のホームだったんですが、今回は11でプロにしました。最安価格は19990円です。OS だけで2万。まあ高いですが必要なものなので仕方がないですね。
では続いてご提供いただいたパーツたちを紹介していきましょう。シュラララ。それでは一番大きいケースからご紹介です。今回使用するケースなんですが、クーラーマスターの HAF700 という超巨大ケースになります。映像だとわかりにくいんですが、後ろにあるこちらのモニター、一応27インチのモニターなんですよね。27インチ。すごいちっちゃく見えるんだけど、そのぐらいこのケースが大きいってことですね。では改めてこのケースのスペックですが、本体カラーはチタングレー、対応マザーボードは SSIEB、SSICEB、EATX 対応。SSIEB。初めて聞きましたがそういう規格があるみたいです。本体サイズは幅 279mm、奥行き 556mm、高さ 540mm。重量は空の状態で 19.60kg。これからなのにめっちゃ重くて焦りました。付属のファンはフロント 200mm ファン ×2 個とリア 120mm ファン ×2 個とボトム 120mm ファン ×1 個。最大 480mm のラジエーターまで対応。ストレージのスペースはハードディスクブラケット ×4 と SSD スペース ×5 で合計9個まで搭載可能。動画編集時の最安価格は39,760円です。あれ、なんか思いのほか高くない？その他の値段が高すぎて感覚がおかしくなっていますがこの大きさで4万円を切っているのは安い気がします。まあこのケースの場合、値段よりも置くスペースの方が問題ありそうですが。続いては簡易水冷になります。クーラーマスターリキッド 360L コア ARGB です。360mm ラジエーターの液水冷クーラーで、新型 S 世代デュアルチャンバーポンプを採用しており、120mm の ARGB ファンを3機搭載。シンプルで落ち着いたデザインの簡易水冷となっております。動画編集時最安価格は 13,537 円です。続いてケースファンです。クーラーマスターモビウス 120PARGB になります。新しいリングブレードデザインを採用しており、ファンブレードを相互にして補強して振動を抑えて安定性をさらに向上させています。防振ダンパーにより振動を抑えています。アドレサブル Gen2RGB に対応し、クーラーマスターのマスタープラス及び専用コントローラー別売と同期しカラー、効果、輝度などをカスタマイズすることが可能となっています。動画編集時点での最安価格は13,327円です。最後は電源です。クーラーマスターの MWE ゴールド 1050V2 になります。80プラスゴールド認証取得で ATX3.0 対応の 1050W のフルモジュラー電源ユニットです。140mm 静音ファン搭載で、大きさは 150×180×86mm。保証も10年と十分な長さとなっています。動画編集時の最安価格は 22,619 円です。ということで新しいメインパソコンとなるパーツたちのご紹介でした。ではここから組み立てていきましょう。シュラララ。
ということで完成いたしました。大きいケースということでパーツを入れるのにかなり余裕はありましたが、重いので動かしたりするのには結構一苦労しました。それでは起動させてみましょう。シュラララ。いやー大迫力ですね。本当に大きいわね。では新しいメインパソコンの性能も簡単に見ていきましょう。シネベンチ R23。まずはシネベンチ R23 からやっていきます。設定は電力無制限でメモリは XMP で 7200MHz になっています。結果はこちら。マルチが25,532ポイントと25,470ポイント、シングルが1,903ポイント。アイドル時の温度は28度で、最高温度は87度と96度。最高クロックはマルチが 4.49GHz、シングルが 5.08GHz でした。ケース内とはいえ、このぐらい冷やせてれば問題はなさそうですね。では次。ファイナルファンタジー14。続いては FF14 ベンチマークです。設定は解像度 4K の最高品質で行いました。結果はこちら。スコアは26,115、平均 FPS は180、最低 FPS は90。評価は非常に快適でした。上の映像は10倍速で回っているのですが、CPU 温度も50度以下なので全然問題なさそうですね。では次。シティーズスカイライン2。続いてはシティーズスカイライン2です。解像度 4K で設定はウルトラ。人口10万人の都市での検証になります。夜で雨ということもありますが、平均 FPS はだいたい35前後。やはりこのゲーム重すぎですね。まあでも現状これ以上のグラボはないので仕方がないですが。では次。マイクロソフトフライトシミュレーター。続いてはマイクロソフトフライトシミュレーター。解像度 4K は設定はこうです。成田空港から羽田空港までの航路で離陸後5分後の映像になります。こちらも重いゲームで有名ですが、平均 FPS はだいたい60前後は出ているなといった感じですね。シティーズもそうですが、4090で平均60しかいかないってどんだけ重いゲームなんですかね。では次。Apex Legends。では最後に Apex も見ていきましょう。Apex ならもう十分に遊べるレベルでしょ。まあこのチャンネルといえば、ね。ということで解像度 4K の最高設定での計測になります。全然問題ないですね。続いては戦場にも出てみました。マップや状況によっても違うので参考程度に見ていただければと思います。当たらん。はい、ということで今回は、クーラーマスターさんからケースやらもろもろいただいたので、新パソコンを組んでみました。あんた的にはどうだった？ケース自体は大きくて組み込みや配線処理などすごいやりやすかったんです。あ、そうそうここのファンなのですが、本来だと反対向きにして吸気にする方がいいのですが、吸気にすると見た目が良くないので動画用に廃棄となっています。見た目のためだけ。はい。なのでここは後で直しておきます。あとは背面の配線スペースもかなり広いので、配線が苦手な私でもそこそこうまくいけたかなと思います。下手じゃん。カバーもできるので大丈夫です。難点としては、重すぎるのが難点ですかね。あと今回 LED をすべてケース内のコントローラーに挿したんですが、LED がついたりつかなかったりする時があったので LED コントローラーは別に用意した方がいいかもしれません。まあでもこんなすごいパソコンを組めるようになったのは、いつも見ていただいてる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。ということで本日はここまで。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん。ポン。
またねー。